今回は日本を代表する女性アルピニスト谷口圭を紹介します。谷口さんはヒマラヤのカメット南東壁を初登攀するなど数々の優れた登攀記録を残し、優秀な登山家に贈られるピオレドール賞を女性で初めて受賞した。しかし2015年に北海道大雪山の黒岳で滑落、43歳で亡くなってしまった。谷口さんは1972年に和歌山県和歌山市で生まれ、千葉県我孫子市で育った。子供の頃は体育の授業が嫌いで、スポーツにはほとんど縁がなかった。しかし子供の頃から上村直美の著書を愛読し、上村直美の最後の地となったマッキンリーに登頂したいと思っていた。谷口さんは千葉県の県立高校に入学し、山岳部に入部する。しかし1回だけ山岳部で山に登ってすぐ退部してしまった。高校の山岳部は自由なスタイルを許容せず、集団行動を重視し協調性を重んじるケースが多い。他の部員と一緒に決められた通りに動く山岳部には向かなかったようだ。高校3年生の夏から1年間、谷口さんはアメリカに留学する。日本の部活には馴染めず帰宅部だった谷口さんだが、アメリカではバドミントンやクロスカントリーに熱中する。谷口さんは協調性を重んじる授業や部活になれなかっただけで、体を動かすことは好きだった。そして8日間かけてカンザス州を自転車で横断するイベントに参加。800キロ以上を走破した。帰国した谷口さんは親元を離れて、仕送りを一切受けず、アルバイトで学費を捻出し、自立した生活を送るようになる。谷口さんは生活費を切り詰めるため、ボロボロの木造アパートに住み、部屋の中は最低限の生活用具しかなかった。そして谷口さんは明治大学に入学する。明治大学には憧れていた上村直美をはじめ、多くの著名登山家を輩出した名門の山岳部があった。ところが谷口さんは山岳部を少し覗いてみたが、力よりも組織力を重視する山岳部は自分には合わないとサイクリングクラブに入部した。1998年、谷口さんは25歳で明治大学を卒業。 PR 会社に新卒入社して会社員となる。毎日上司から指示された業務を行っていくだけの会社員はやはり谷口さんには向いていなかった。谷口さんは3年で入社した会社を退社することになる。この3年の社会人生活の中で本格的に登山を始める。初めは近郊のハイキング程度だったが、徐々にステップアップしていき、社会人山岳会にも所属する。ようやく谷口さんは登山家としての一歩を踏み出した。名を馳せた登山家の大半は10代の頃から本格的に登山を始めている。谷口さんのように20代後半から登山を始めてヒマラヤの南ルートを制覇するまでに成長したのは本当に異例だ。登山に夢中になった谷口さんは毎週末山に行っていた。積雪期の剣岳や谷川岳、一ノ倉沢など国内の難しいルートに登るようになっていた。そして子供の頃から憧れていた上村直美の最後の山となったマッキンリーにも登頂することができた。さらにニュージーランドの過酷なアドベンチャーレースであるエコチャレンジに参加し、11位という好成績を残した。2002年、谷口さんは野口健氏が主催するエベレスト清掃登山にベースキャンプマネージャーとして参加。さらに日本最大規模のトレイルランニングの大会であるハセツネカップに参加して総合39位、女性3位の好成績を残した。登山でも自転車でも自然を舞台に活発に活動していた。会社員を辞めた谷口さんはトイレ共同、風呂なしの4畳半の木造アパートに住んで生活費を節約し、アルバイトで稼いだお金の大半を登山やアドベンチャーレースに費やしていた。2003年には再度野口健氏が主催するエベレスト清掃会に参加。高所キャンプマネージャーとして活躍した。そして標高差1143メートル、全行程40キロの北丹沢山岳耐久レースに出場し、女子3位の成績を残した。登山家としての実力はエベレストの7300メートルまで、国内のバリエーションルートもいくつか登っただけで
登山家としての実力はまだ開花していなかった。2004年、谷口さんは平出和也氏、飛田和夫氏とカラコルムのゴールデンピークに挑戦する。ゴールデンピークはスパンティークとも呼ばれ、比較的登りやすい南東稜はツアー登山の対象にもなっているが、谷口さんたちは未踏ルートだった北西稜を挑戦した。そして平出氏と谷口さんは体調が悪い飛田氏を残して山頂に向かい、ゴールデンピーク北西稜初登攀を成功させた。ゴールデンピークを予定より短期間で登ることができた2人は、さらにライラピークにも登頂を果たして下山することができた。このゴールデンピークとライラピークでの体験は、谷口さんがヒマラヤ登山に夢中になるきっかけとなった。この後の谷口さんはアドベンチャーレースやトレイルランニングより困難な山を登るスタイルにシフトしていった。翌年の2005年にはまた平出氏とパートナーを組み、新疆ウイグル自治区のムスタグアタ山に登頂する。ムスタグアタ山で高度順応を果たした2人は、インドのシブリン北壁の新ルートに挑戦した。シブリン北壁は世界トップクラスのクライマーが挑戦する非常に困難で危険なルートだった。そしてこの計画は日本のベテランクライマーからお前らにその計画は絶対に無理だと断言されるような野心的な挑戦だった。特に谷口さんはまだ本格的に登山を始めて数年しか経っていない。日本を出る前はシブリン北壁で死んでしまうかもしれないと相当不安だった。それでも彼女はこの困難な山への挑戦を諦めることはなかった。谷口さんは急峻な壁を登りシブリンの頂上へ向かった。凍える夜をビバークでしのぎ、寒さでほとんど眠ることができなかった。しかし谷口さんたちはシブリン北壁の登攀を続けた。登攀5日目、谷口さんたちはシブリン頂上に到達。北壁最高、登らせてくれてありがとう。本当にありがとうございました。北壁の登攀で衰弱した2人にとって、シブリンの頂からの下降は過酷だった。登頂した翌日には切り詰めていた食料と燃料が切れてしまい、2人は飲まず食わずの満身創痍でベースキャンプへ下降することになった。2人はなんとかベースキャンプまで下山するものの、2人とも凍傷になっていた。谷口さんの凍傷は軽度であった。平出氏は重傷で右足の指の一部を切断することになってしまった。シブリンで極限まで追い込まれる過酷な登山を強いられた谷口さんだった。ヒマラヤ登山の情熱はむしろ高まっていた。2006年、谷口さんは野口健氏から誘いを受けてマナスル清掃登山隊に参加する。清掃活動のみならず2人のシェルパと共にマナスル登頂も挑戦した。谷口は酸素ボンベを使用しない無酸素登頂を計画していた。しかし深い雪に苦しめられて登山のスピードは上がらなかった。無酸素登頂を断念し酸素ボンベを使うことになるが、見事登頂を果たした。これは谷口さんにとって最初の 8000m の登頂だった。山頂から谷口さんによる無線での報告は、登頂したよ、青空が素敵だったという元気な声だった。翌年の2007年、昨年に引き続き野口氏率いるチョモランマ清掃登山隊に参加する。ここで谷口さんは清掃登山だけではなくチョモランマの無酸素登頂にも挑戦する。成功できれば日本人女性としては初めてだった。谷口さんは無酸素でチョモランマに登頂するため時間をかけて高度順化し、標高 8300m の最終キャンプに入る。そして翌日、無酸素で山頂へ向かうが異様な寒さを感じ震えが止まらなかった。パートナーからの勧めに従ってあっさりと酸素を吸ってしまった。これで谷口さんは日本人女性初のチョモランマ無酸素登頂を断念することになってしまった。その後、谷口さんは酸素ボンベを使って登頂するが、なんで私酸素吸っちゃったんだろう。なんでって寒かったから、強い意志がなかったから。谷口さんは語っている。一方で無酸素登頂を断念したことについて、そんなこと別にどうだっていいやって思う。有酸素だろうが無酸素だろうが大した問題じゃないって気分なんだ。そんなことよりも大切な人たちと過ごした時間と空間の方が重要なんだって。とも語っていた。
マナスル・チョモランマと2年連続で 8000m 級の登頂を果たした谷口さんは3年ぶりに平井弟子とパートナーを組み、標高 7756m のカメット南西稜に挑戦する。カメット南西壁は谷口さんが登頂した2つの 8000m 峰より標高は低いが難易度は段違いに高かった。そしてカメット南西壁はまだ誰も登ったことがない未踏ルート。カメット南西壁の登攀はこれまでに谷口さんが経験したシブリンやエベレストと比較しても苦しく辛いものとなった。もう一人誰かがいる気が何度もした。誰？まだ呼ばないでね。こんなに苦しいのは初めて。一人じゃ歩けない。パニック、たどり着けず。追い詰められた谷口さんは幻覚を見るようになっていた。しかし極限まで追い詰められても平井弟子の前では明るく苦しさを見せようとはしなかった。そして厳しい状況下でも笑顔を絶やさない谷口さんに励まされた平井弟子が原動力となり、2人はカメット南西壁を完登した。2頭のカメット南西壁を制覇した2人の名は世界中のクライマーに知れ渡ることになった。このカメット南西壁の登攀記録は世界で最も古く、権威のあるイギリスの山岳雑誌であるアルパインジャーナルにも掲載された。そしてこの功績によりその年に最も活躍した登山家に贈られる登山界のアカデミー賞であるピオレドール賞を平井弟子と共に受賞。これは女性では初めての受賞だった。平井弟子や優れた登山家とパートナーを組み、彼らの技術や経験を吸収できたことが大きかった。谷口さんは平井弟子と共にさらなる挑戦を継続する。翌年の2009年にはガウリシャンカール東壁に挑むが山頂へのルートを見出せずに断念。さらに谷口さんは平井弟子と以前より温めていた計画のナムナム南東壁に挑戦する。ナムナム南東壁もカメット南西壁と同様にまだ誰も登ったことがない未踏の大岩壁だった。谷口さんたちは厳しい環境からルートを変更し南西稜からナムナムを登頂した。2013年谷口さんはまた平井弟子とパートナーを組みカラコルムのシスパーレに挑戦する。谷口さんにとってシスパーレは初めての挑戦だったが平井弟子は過去に2回挑戦しており3度目の挑戦だった。しかしナムナミ同じく2人は運に恵まれなかった。予定ルート上に巨大なセラックがぶら下がりあまりに危険すぎるため登頂を諦めて下山した。この時谷口さんは自分自身に負けた。弱い自分が出てしまったと何度もつぶやいていた。登頂を諦めたのは谷口さんの実力不足ではなくてルートのコンディションが悪かったためだが自分自身に負けたという気持ちになってしまったのかもしれない。もしかすると谷口さんが挑戦していたものは山ではなく自分自身だったのかもしれない。2015年谷口さんは和田淳二氏をパートナーとしパンドラ東壁に挑戦する。しかし垂直の氷が広がる壁を前に登攀を断念することになってしまった。ベースキャンプまで下山した谷口さんは涙ながらにもう一回来ようよ。これは私と山田くんの山だからさ。しかしこの約束を果たすことはできなかった。1ヶ月後の12月末谷口さんは男性5名とパートナーを組み北海道大雪山系の黒岳北稜を登った。黒岳北稜はザイルを必要とするバリエーションルートだがこれまでのヒマラヤの壁とは比べるまでもない彼女にとっては優しいルートだった。そして谷口さんは黒岳北稜を完登。あとはスキーを使って下山するだけだった。ここで谷口さんはちょっとトイレに行ってくると言ってロープを外して人目につかない大岩の向こうに向かっていた。しかしいつまで待っても谷口さんが戻ってくることはなかった。仲間たちが大岩の向こうに向かってみるとそこに谷口さんの姿はなく手袋だけが残されていた。その横は断崖絶壁となっていた。翌朝谷口さんは700メートル下の谷底で発見される。しかしすでに心肺停止の状態になっていた。谷口さんは享年43歳。くしくも彼女が憧れていた上村直美と同じ年で亡くなってしまった。ご視聴ありがとうございました。今回は谷口圭の登山人生について解説しました。当チャンネルでは山岳遭難、
盗犯中の事件事項を発信しています。このチャンネルは過去の事例を知ることで今後の事故防止に役立てていただくことを目的として動画を作成しております。事故の関係者を冒涜するなどの意図はございません。また著作権、肖像権の侵害を目的としているチャンネルではありません。また次回の動画でお会いしましょう。